おはこんばんは、オリーブです。今回は前回のスロープ作成の続きをやっていこうと思います。胃の方を悪くしてしばらく休んでいたので動画投稿が遅くなってしまっていて申し訳ありません。ではやっていきます。はい、投稿の間隔が空いてしまいましたので、前回のスロープ制作のおさらいを軽くさせてください。前回の動画をまだ見ていない方は、ガレージのスロープ作り、前途多難で超疲弊アット1をぜひ見ていただければなと思います。前回はガレージの入り口の約19センチの段差を車が乗り越えることができないので、スロープを作ってみようという話でしたが、うまくいきませんでしたね。なぜかというと、シャッターの耳と勝手に呼んでいるんですけど、その耳からはみ出た範囲だけコンクリートを削って距離を稼いで勾配を緩やかにする計画だったのですが、削った距離が短すぎて大して勾配が緩やかにならなかったため、車が段差を乗り越えられず失敗に終わったわけです。はい、今回は入り口の方ですねからだいたい手前側に 1.5 メートルほどコンクリートを削ってスロープをさらに緩やかにしていこうと思います。なのでまずは削る範囲を墨出ししていきます。大きいシャッター側と小さいシャッター側があるんですが、大きいシャッター側の方に基本的にスロープを作るような形になりますね。はい、今小さいシャッター側の方を映しているんですが、基本的には大きい方を削るんですが、小さいシャッター側の方もこの手前のシャッターの当たる部分だけ削って小さいスロープをこちら側にも作っていこうと思います。階段の手前は踊り場として使うために削らずにそのまま取っておいて、その手前のところギリギリまでスロープにしようっていう風に考えました。階段ギリギリのところでコンクリートを切って削っていきたいんですが、実際はグラインダーの飛び出てる部分がこんな感じでぶつかってしまうので、ギリギリじゃなくて手前側で切って削っていきたいと思います。はい、こちら余談なんですが、前回紹介したこの建築用の太い芯の鉛筆ですね、ダイソーで売ってるって話をしたんですが、替えの芯を買いに行ったら本体と替え芯がついたセットは売っていたんですけど、替え芯だけでは売っていなかったですね。店舗によって在庫が異なるのか、それとも替え芯だけでは売っていないんですかね。できれば替え芯だけで買いたかったんですけど、ちょっとなかったですね。角に差し金を当てて90度見ながら、このアングルを定規代わりに使って線を延長したいと思います。反対の方はこの角から線までの長さを測って同じ長さで線を引きたいと思います。だいたい 96.5 だから反対も 96.5 で印をつけたいと思います。ここが印をつけたところなので、こちら側と反対側に印をつけたので、そこを目印に墨を打って印をつけていきたいと思います。1本目に引いた線がこっちでなんかずれてるなと思ったんで、2本目奥の方ですね、線を引いたんですが、どうでしょうね。ちょうどシャッターの耳を基準に印をつけると手前側なんですよね。ただ室内の壁を基準に印をつけると奥の方の印になるんですが、どっちもずれてるならなるべく距離が取れる手前側でコンクリートを削っていこうかなと思います。何を言っているか伝わりましたかね。最初はシャッターが降りてくる奥のラインを基準にして手前2箇所に印をつけて墨を打ったんですが、墨を打ってつけたラインと壁に合わせて90度の角度で作られている差し金と呼ばれる定規を当ててみると、印と差し金の位置がずれていたんですよね。
原因としては左と右の壁の間隔が均一ではないか、もしくはシャッターが降りてくるラインが壁に対して直角ではないかの2つが考えられます。位置を決めるときに直角がわからないと建物に対して斜めにずれたままスロープを作ることになるので、それはいまいちだなとなるわけです。原因がどちらかはわかりませんが、つけた印がどうせ2つともずれているなら、せめてスロープの距離が少しでも長くなる方の印を基準にして勾配を少しでも緩やかにしようとこの時は考えていました。今度ですね、縦の方印つけていきたいと思います。こちら側の印ですね。いや、これ見ると手前側の方が合ってんな。奥側の隅の方が最初につけた隅なんですが、階段の寸法とかを見る限り後からつけた方のこっちですね、手前側の隅が正しそうなので、こちらを基準にコンクリートを切って削っていきたいと思います。はい、今反対側を取っているんですが、前回ここまで削ったので、このラインに合わせて延長して印をつけてコンクリートを切って削っていこうと思います。はい、この黒い隅の内側ですね、この範囲を全部コンクリートを切った後に削って壊すということですねを頑張ってやっていきたいと思います。はるのは結構きついんだよな。ということで準備できたのでやっていきたいと思います。はい、今カメラ止まってたんで切ってる最中の撮影ができていませんでした。続き切っていきますね。はい、そしたらコンクリートの方削っていきます。準備ができたのでやっていきます。こんな感じで余計なところまで削らないで済むので、コンクリートを削る前はあらかじめ切りたい範囲をダイヤモンドカッターで切っておくといいですね。これはちょっと豆知識なんですが、もともとコンクリートとかモルタルが塗られているところに後からモルタルやコンクリートをかぶせて塗るとき、うまくいかないと後から施工したモルタルとかコンクリートが剥離するんですね。そのことを専門用語で浮くなんて言ったりするんですが、その見分け方として叩いた時の音の違いで浮いてるかどうか判断することができます。ちゃんとくっついてると重い音になるんですが、浮いている場所を叩くと分かりますかね、軽い音になってます。この辺りは浮いていますね。そういう豆知識でした。浮いているところは簡単に剥がせますね。ちょっと叩いただけで簡単にめくれちゃいますね。はい、これ中柱の U 字の金具の受けですね。もう外って取っていきたいと思います。取れましたね。これもうちょっとコンクリート削って鉄の板だけにしたいと思います。取れた。裏はこんな感じになってるみたいですね。箱型というか台形になってますね。これは再利用しようかな。よし、
もともとシャッターの下がこの高さでくっついていたので、ここのコンクリートを削った時にシャッターがもともとの状態よりも長く伸びることになります。シャッターは長さに余裕を持って作られていると思うので、その余裕がどれぐらいあるのか確認する意味でシャッターを下ろしてみたいと思います。で、シャッターの長さが地面の方まで伸びる余裕があれば、そのままコンクリートでスロープを作って利用していくんですが、もし長さが地面まで到達するほど余裕がなければ、溶接してシャッターの方を延長したいと考えています。で、まずはここの方ですね、下刃のところがシャッターがそれ以上下がらないように仕切りが作られているので、それをサンダーでカットしてからシャッター下ろしたいと思います。ずっとこの平刃っていうんですかね、チゼルっていうのかなを使ってたんですけど、もしかしたらこっちのブルーポイントっていう刃の方がコンクリート壊す時早いかもしれないので、ちょっとこっちの刃試しに使ってみたいと思います。こういう風に先端がとんがってるやつですね。それで YouTube でどうやったら効率よく早く削れるのかを調べてみたんですが、コンクリート削る時斜めに削ってまた斜めに削ってっていう風に角を作りながら削っていきたいと思います。ちょっと説明するのが難しいので図解で説明いたします。はい、今これガレージの床を横から見たところなんですけども、コンクリートって角の部分に衝撃を与えると簡単に壊れやすい特徴があるんですよね。もちろん意図的にやるぐらいじゃないと壊れないんですけど、なのでまずは上の方の角をですね、このように斜めに砕きます。次に下の方を斜めにハンマードリルを入れながら砕きます。そうすると最後はコンクリートの床が V の字になるので、これを真上から砕くという手順で進めていくと、3工程のうち最初と最後は角に衝撃を与えて壊すことになるので、作業が効率よく進められます。はい、こんな感じで上を斜めに削ったら下も斜めに削って V の字に角を作ってるので、あとは真上から削っていけば効率よくコンクリートを削っていけると思います。ちょうど墨を打ったラインで鉄筋が入ってたみたいですね。じゃあ続きやっていきます。はい、今これ床の表面を砕いた時の映像なんですけど、拡大して見てみるとこんな感じで粗い見た目になっているんですよね。この状態は経験上床にコンクリートを流して作った時に雨が降っていったんじゃないかなと思います。雨がコンクリートに打ち付けられたまま固まると表面が粗い状態で画像のような見た目になるんですよね。雨が当たっていたということは作業していた時は建物に屋根がなかったのかなと思います。床のコンクリートが剥離している話を前半の方で少ししたのを覚えているでしょうか。実は今から説明する話につながるのですが、ガレージの床はコンクリートで作った後に表面が粗いという理由でモルタルを後から塗ったことが予想できるんですが、このように最初にモルタルやコンクリートを塗ったり流したりして固めた後、さらに上から材料を塗ったような場合、最初に固まった材料と新しく塗った材料の間に層ができるので剥離が起きやすいと個人的に考えています。なるべく剥離しないように層の部分に接着剤を塗って対策はするのですが、地震が起きたりするとその力のしわ寄せが層にかかるので、ちゃんと作ってもやはり剥離しやすいのかなと思います。できることなら層ができないように1回で全ての材料を固めることが理想的なんですが、予算や日程の都合もあるので常に万全とはいきませんね。水つけながら研いでいきます。鉄筋を切った時にバラバラにならないように結束線で鉄筋同士をつなげていきたいと思います。
元からつながってるところはそのままですね。本当は結束線をねじって鉄筋をつなげる道具があるんですけど、持っていないので、今回はこういうピックアップツールっていうのを使って結束線をねじって鉄筋を結べるかやってみたいと思います。やりづらいな。結束線で鉄筋結んだので、角から少し離れた位置で鉄筋を切っていきます。よし、鉄筋は取れたんですが、砕石を敷く深さが欲しいので、一回この土硬いと思うんですけど、掘って整地していきたいと思っています。終わったかな。高いとこないか、高いとこないと思いますけど、板で当てて見ていってみます。大丈夫そうだな。これで発理と整地の作業は終わりかな。次にやることはですね、このサイドの立ち上がりっていうんですけど、この縦の部分ですねをモルタルで塗っていこうと思います。こちら側の長手の方はスロープを作った時に隠れるんでいいんですけど、両サイドの方はスロープを作っても隠れないので、表面の見栄えをきれいにしていこうと思います。この両サイドは大丈夫なんですけど、あちら側の方ですね、拡大して見てみるとこんな感じで大きくえぐれているので、溶接で鉄筋を組んでいこうと思うんですが、この周りには鉄筋が入っていないので、アンカーを打ってそのアンカーに溶接でつなげていきたいと思います。前回はハンマードリルを持っていなかったのでうまくいかなかったんですが、今回はハンマードリルがあるので、ハンマードリルを使ってアンカーを打っていきたいと思います。こちらのアンカーですね、使っていきます。下穴が 10.5mm って書いてあるんですけど、ドリル 10mm しか持っていないので 10mm で穴を開けて打ち込めるかやってみたいと思います。もし打ち込めない場合は鉄鋼用のドリル使って 10.5mm で穴を拡大したいと思います。アンカーが埋まる深さに合わせてテープを巻いてあります。じゃあ今からコンクリートに穴を開けていきます。はい、こんな感じでつきましたね。はい、こんな感じで鉄筋組んで、少し中に石入れてかさ増ししましたね。そしたら反対側もちょっとやっていきます。鉄筋の溶接も終わったので、今度は板を打ち付けてコンクリートの側面の方をモルタルで塗っていきたいと思います。コンクリートに板を打ち付けるときは錆びてしまっているんですが、こういうコンクリート釘っていうのを使いますね。では今から板の方を打ち込んでいきます。63センチか。もしコンクリート釘使うようなことがある場合は、一番高いところから釘を打つと板を釘で固定しやすくなりますね。低いところから打っちゃうと板が暴れて釘が打ちにくいです。こんな感じで凹凸があると板がカタカタ言いますね。この辺りが高いので、ここから釘を打ちたいと思います。はい、完全に忘れていたんですが、
板の側面に油を塗っておくと、後で板を剥がす時にモルタルで作った側面の角が壊れることなく綺麗に板を外すことができます。今回はもう塗らないままやっちゃいます。はい、次は接着剤ですね。これをモルタルを塗る部分に塗っていきます。使い方としては原液を水で割って使いますね。だいたい接着剤が1に対して水が3の割合で使うことが多いと思います。はい、こっちが水ですね。用意しました。で、こっちが原液ですね。本当はひしゃくで取って割合を測った方がいいんですが、自分のところに使うものなので目分量で大体で合わせちゃいます。よし、こんなもんかな。はい、じゃあ材料を作っていくんですが、モルタルと砂の方はこれお椀ですね。これを使って量を測っていきます。接着剤の時は大体でいいなと思ったんですけど、砂とセメントの方はある程度測った方がやりやすいと思います。壁を塗る時なんかはセメント1に対して砂を2ですね、1対2の割合でモルタルを作っていきます。モルタルは普通水で練るんですが、さっき作った接着剤が余っているので、これを使って練っちゃいます。余らしても仕方ないので。はい、今砂を6杯入れたので、セメントを3杯入れたいと思います。で、飛び散らないように最初はゆっくり回していきます。この機械にはギアがついているので、ゆっくりな方のギアで回していきたいと思います。速い方のギアに切り替えました。そしたら壁の方はですね、塗っていこうと思います。まだモルタル作るんですが、材料を取るお椀がないので、これを材料を取るお椀として使っちゃいます。じゃあ塗っていきます。塗っていくというか、穴を埋めるだけですね。はい、これ今ブラシでこすって塗った面を荒らしたんですけど、なぜこんなことをするのかというと、この小さな壁を今回は2回塗るんですよね。なぜ2回塗るのかというと、壁がへこんでいて材料をいっぱい壁に塗らないといけないとき、1回で大量に材料を壁に塗りつけてしまうと、材料自体の重みで材料が壁から剥がれて落ちるので、1回目は大きくへこんでいる場所を埋めるような形にして、2回目で全体を塗って仕上げていくからなんです。この日の作業では1回目の壁塗りで終える予定だったので、2回目の作業時に材料の付けを良くするため、今回は塗った面を荒らしました。はい、ってことで次の日になったんですが、一回昨日の塗ったところ見てみます。こんな感じですね。反対側も見てみます。こんな感じで乾いてますね。なので今日ここを塗って表面を滑らかに作っていこうと思ったんですが、砕石を引く深さが足りないなということで、もうちょっと土を今日は掘っていこうと思います。
ブルーシートで雨の対策したんですが、見事に水が侵入してきてますね。あっちの方ですねから水が漏れてきてますね。ここですね。漏れると思っていたんですが、ここに関してはちょっと防ぎようないなと思ったんで、漏れてこなきゃいいなと思ったんですけど、漏れちゃいましたね。だいたい掘り終えたんですが、水が溜まっているので、今から組んでいきたいと思います。板をこの辺りに置いて、内側に水入ってこないように対策したので、バケツにちりとりで水を汲んでいって、外に雨水を運んでいきたいと思います。はい、暗いですが、水をある程度汲めて、まだ濡れてはいますけど、これだけできれば十分だと思うので、あとは地面の方はですね、自然に乾くのを待ちたいと思います。はい、そしたらですね、両脇の壁の方を仕上げていきます。まずは接着剤塗っていきます。はい、今回は早く乾かすために薬剤を混ぜていきます。速乾剤ですね。吸血剤って書いてありますね。材料を早く固めるものですね。ちょっとこの後用事があるので早く終わらせたいなということで使っていきます。壁を塗るときはこれぐらいの硬さでちょうどいいと思います。人の好みにもよるんですけど、速乾剤ですね、入れていきたいと思います。こういう材料を取る道具は一回水に濡らしてから使うと後で洗う時楽だと思います。余分な水は切った方がいいですね。あとはなるべくまっすぐな木を用意して壁を塗った後にこの木で壁を擦っていってフリックがないように形を整えていきます。塗った後に剥がれないように最初はモルタルをこすりつけるように塗っていきます。角の方は材料でこんな感じで留めていますね。はい、そしたらこっちとこっちの壁の方ですね、塗っていきたいと思います。ここから押さえという作業やっていきたいと思います。はい、押さえという作業は割れ止め防止と表面ですね、綺麗に見せるための作業ですね。まずは木ごてを使ってなるべくフリックをなくす作業をしていきます。プラゴテとも言うんですが、本当はもうちょっとちっちゃい答えがあればいいんですけど、今これしかないのでやっていきます。ある程度慣らしたら金ごてを使って表面を慣らしていきます。板についた余分な材料は取り除いておくと、板を外した時に後で角をきれいに残すことができます。
はい、1回目の押さえはこれぐらいにしておきます。はい、じゃあ最後に角ごてを使っていきます。こんなもんでいいかな。はい、朝になってこんな感じで仕上がりましたね。水で濡れてしまったところだけ白く変色していますね。そしたら木の枠の方を外していきます。こちら側の方向に叩いて外しますね。手前側に叩いて外すと角の方が欠けてしまって見栄えが悪くなるので、奥側に叩くようにします。はい、今ここの部分段差になっていて、こっちが高くてこっちが低くなっているんですが、本当は上から材料を塗って徐々にぼかしていってこの段差を目立たなくするんですが、今回は手間を省くためにグラインダーで削って段差をなくしていきます。ここがシャッターのレールになるんですが、延長線の方ですね、モルタルを塗ってしまったので、この状態だとシャッターがぶつかって下ろすことができなくなってしまうので、シャッターのレールに合わせてここの角をですね切って削っていきたいと思います。こっちの方ですね、削っていたらひびが入って手前に崩れそうになっていますね。横から見るとこんな感じですね。もう崩れそうになってますね。剥がれちゃいましたね。そのまままっすぐにダイヤモンドカッターを入れて削ると関係ないところまで削れてしまうので、最初縦に切り込みを入れて、今度右から斜めに切り込みを入れてモルタルの方を削りました。そしたら砕石を敷き詰めていくんですけど、今回はここをはつったので、そのはつったコンクリートのかけらですねを再利用して砕石の代わりに使っていきたいと思います。人力転圧終了。鉄筋の骨組みを作っていきます。はい、もともとコンクリートの中に入っていた鉄筋を切って取り外したものがこれですね。この鉄筋も再利用して使っていきたいと思います。足りない分は端材が残っているので、そちらを使いたいと思います。全体像で見るとこんな感じになってますね。拡大して見てみるとこんな風にもともとコンクリートに埋め込んである鉄筋が出ています。ここの鉄筋に溶接でつなげていきたいと思います。今ですね、とりあえず根元の方溶接しました。今度は反対側のここですね、穴を開けて鉄筋を差し込んだら、この溶接した鉄筋と穴に差し込んだ鉄筋を溶接してつなげていきます。上の方がまだ下地が低い状態になっているので、スロープを作るために砕いたコンクリートを足していきたいと思います。砕石を引く場合はだいたい10センチとか引いた方がいいみたいですね。今回はだいたいの目分量でなんとなくでやっていきます。
今度ですね、コンクリートが下の方ですね、こっちの方に漏れていかないように枠を作っていきたいと思います。はい、枠の方は、片方は何でしょうね、石なのかな、なんか置いてあった石っぽいやつで押さえてますね。反対は大きい木材を重しにして固定しています。真ん中には板を置いていますね。奥さんがご飯作ってきてくれたんで食べます。はい、こんな感じでミキサーを真ん中に置いて、カメラの三脚を右の方に置いて、これから撮影していきたいと思います。コンクリートの作り方の基本はセメント1、砂2、砂利3の1対2対3なんですが、今回はスロープを作るので薄い部分も塗れるように砂利の方ですね、普段3袋使うところを2袋に減らしたいと思います。砂はコンクリートを砕いた時に石と砂に振り分けた時の砂を使います。見てみると若干砂が湿っているので、水の量を少なめにして材料練っていきたいと思います。ミキサー使うようなことあるときはこのカバーをつけないと危ないので、この安全カバーは絶対にした方がいいです。使うことってなかなかないと思いますけど、You don't understand the pain of pain. You don't ever wanna give me one. You don't ever wanna set me free. You don't wanna dig into you. And it's just that you can get me with the evil in you. Got me coming back for more even when I've been screwed. はい、すっかり暗くなってしまいましたが、2回目ですねの押さえをやっていきたいと思います。多分2回目ぐらいで終わりでいいかな。あんまりテカテカにしないんですよね。滑り止めの意味も兼ねてプラゴテで押さえた後にブラシで線を引いていくので、そんなに綺麗に仕上げなくても問題ないと思います。ただしっかり押さえを入れないと割れてきたりする可能性があるので、あとはコンクリートがどれぐらい固まってるかコテを当ててみて、2回目の押さえでやめるのか3回目も押さえるのか考えていきたいと思います。本当は昼間に押さえるところを見せたかったんですけど、なかなかうまく時間の配分ができないもんですね。梅雨も入ってしまったんで、今日一日でやらないとまた動画のアップロード遅くなってしまうなということで、ちょっと無理やり夜までかけてやっている状態ですね。
OK かな。今日はこれぐらいで終わりにするか。奥さんが唐揚げ作ってくれているので。はい、ということで一番大掛かりだったスロープの方完成しましたね。あとは細かいところを直して、それとコンクリートを削ってシャッターの中柱も取り付けていきたいと思います。天井からスロープまで長さが足りないと思うので、溶接で延長していきたいと思います。はい、一通り塗れるところは塗ったので、まだちょっと塗った後の後処理がありますが、今度はシャッターの柱ですね、中柱取り付けるための金具をつけていこうと思います。こちらですね、この U の字の金具を受けるための金具ですねを取り付けていこうと思います。こんな感じにはまりますね。まずはスロープを作って地面が低くなった分を中柱を延長しないといけないので、どれぐらい延長しないといけないのか実際にシャッターの取り付け部に当てて測ってみたいと思います。シャッターを覆ってるカバーですね、朽ちて落ちてきましたね。裏側こんな感じで錆がすごいですね。まさか落ちてくると思わなかったですね。はい、こちらの鉄の平板ですね、ガレージ内側と外側に分けて寸法を測って線を引いたので、これをカットして中柱に溶接していきたいと思います。内側と外側のもの同じ寸法を2枚切り出していきます。はい、そしたらここの金具が取り付け終わったんで、真ん中のですね、この立体的な部分ですねのパーツをここに溶接して作っていこうと思います。ここを上に差し込むんですが、差し込んだ時に真ん中のここの立体的な部分の構造がないと、上にここのパーツ差し込んだ時に
左右にずれてしまうので、溶接でこの出っ張っている部分をこちら側にも作りたいと思います。表と裏どちら側も作っていきます。こういう細い鉄の平板も買ってきたんで、この鉄板をここに溶接してこの出っ張りの部分を作りたいと思います。厚み的にこれをカットして重ねて溶接していこうかなと考えています。はい、中柱実際に取り付けてみたんですが、おそらく溶接した鉄の平板の厚みが厚すぎてシャッターが通れなくて下ろすことができないという感じなので、溶接で延長したここの部分を高速カッターで切ってもう一回作り直したいと思います。はい、ということで2回目ですね。溶接し直して作ったんではめてみます。はい、無事中柱の取り付けが完了したので、次はシャッターの両脇のレールですね。左と右なんですが、このように朽ちているので直していこうと思います。はい、っていうことで完成しました。はい、ここが中柱の上の方ですね。溶接してつなげたところになります。はい、ここですね。シャッターの中柱の受ける金具ですねの埋め込んだところです。これは位置調整何回もしましたね。引いてみてみると、はい、こんな感じですね。4回ぐらい位置調整しましたね。壊しては埋めて壊しては埋めてっていう感じでやりました。水平器を使って見てやっていたんですが、なかなかうまくいかなくて、現物合わせで何度も微調整したっていう感じですね。差し込むところがあるので、上と下を差し込んで柱の位置がちょうどいいところに来ないと、シャッターが途中で中柱に引っかかってうまく降りてくれませんでした。はい、それから柱の左の方溶接で延長したのと、右の方の柱もですね、溶接で延長して塗装しました。それから角の方ですね、モルタルで成形して滑らかに壁ですね、立ち上がりなんて言ったりもしますが、こっちとこっちの方ですね、作ってあります。あとこちらとこちらとこちらですね。こちらは直す予定なかったんですが、朽ちていたので直しました。よっしゃ、終わった。やっと終わりましたね。いかがだったでしょうか。今回ガレージのスロープを作ったんですけど、思ったよりも時間かかりましたね。最初ほんのちょっと削ればもう車の中に入れられると思ったんですけど、結構広範囲にコンクリートを削ってシャッターの柱延長してまとめて作業する時間がなくてちょくちょく作ってたんで、かなり時間経っちゃいましたね。多分動画アップする頃には編集の時間もあるので、前回の動画からかなり期間空いてると思います。久々に大変な作業でしたね。それとこれから船の動画ちょっと考えてるものがあるのでアップロードするんですが、もしかしたら期間空いてしまうかもしれません。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やグッドボタン押していただけますとすごく動画制作の励みになります。ではまた次回の動画で。さよなら、さよなら、さよなら。浮いているところは簡単に剥がせますね。ちょっと叩いただけで。浮いているところは簡単に剥がせますね。ちょっと叩いただけで。
初輪に使っていたこの先端の刃ですね、これと鉄板を買ってきたので、溶接でつなぎ合わせて掘るスコップみたいなのを作りたいと思います。はい、こんな感じでできましたね。鉄のうちわみたいな形になってますけど、これで簡単に整地できるんじゃないかなと思って製作してみました。すぐ曲がるな。片側3箇所の両側6箇所を溶接したので、これで多分簡単に外れること